途中時代の組手稽古ですね、先生よく元立ちに先輩たちが立たれて、まあ下の人間たちがかかり稽古するような形でしているわけですけど、それっていうのはこうみんなこう、まあ、黒帯だけがこうやって立てるんですか、茶帯とかも立たれるんですか？黒帯だけ、でまあ皆さんこう並ぶんですか？座ってる相手が。でそれをね、黒帯の方が示されるんですか？出てこないから怖がって。でたまにね、茶帯が少しこの茶帯を技の進歩させようと思うときに一級になった人間を元立ちにさせることもあった。それはその白帯同士とか同じ帯同士でやらせるのかな？ない、それはないな。よく先生が岡田先生と組手をして負けたことがないって言われてましたけども、当時はまだ黒帯になる前でしょうから、その当時っていうのはどうでした？だから僕が黒帯になるまでは生徒同士で戦ったことはない。もう先輩、そういう方式だと思う。で僕自身が師範代になってやっぱり最初からその白帯と白帯をさせるってことはしなかった。なぜかというと、その攻撃にするにしても受けるにしてもしっかりした基本的な受け、基本的な攻撃ができないから、恐怖にまあ精神的に感じると体が固まっちゃって動きが取れない。だから白帯同士でやると怪我が多いから、寸止めもできないから、瞬間的にね。だから白帯同士でっていうのはまず僕自身はやらせなかったけども、私のいない時とか、まあ稽古前とかはもしかしたら白帯同士で真剣にじゃなくてこう約束組手のような形で練習した可能性はあると思います。少なくともその先生が入門されてから、そういうことはなかったと、白帯としてやらせることはない。もう大体南本先生とお会いたら元立ちで立ってこういうふうになる。白帯同士でやらせるっていうことはお互いにプラスにならないから、お互いに怪我しちゃったりするしね。だからそれはね、僕自身はそういう形の練習はしたことない。ただ白帯同士で仲良くなると、休憩時間とか間にちょっとこうちょこちょこっとこうやる生徒はいたと思うよ。僕自身もなんていうかな、黒帯になる前は茶帯になった時にだって岡田君とかちょっと忘れたけど、ちょっと構えてもらってちょっと技の練習をしたことはあるわな。あとその黒帯のための商談テストで岡田先生と、自由組手をやって、岡田先生から一本取ったから、先生が黒帯になられたっていうふうに前に本に書かれたんですけれども、その時まで岡田先生と組手やるってことはなかったんですか？あまり記憶ないんだよな。じゃあやはりその普通はあるんだけど、多分あるとするとあれですか、茶帯になってから白帯の時にはやらせないっていうことですか？そう茶帯になってからじゃあ茶帯になってもその1級、1級っていうよりも次の審査で黒帯になるぐらいの茶帯だったら前立ちでやらせることはある。あるいは呼び出してお互いにちょっと2人でやってみようと。でその技の指導の形やらしたことはあるね。あえて白帯同士とか茶帯同士でっていうのは自分が指導してた時は極力避けてたよね。プラスにならないっていうことで、やっぱりしっかりした技を持ってる黒帯と、これからそこまで行く生徒とこうやった方が白帯の方の生徒の方がプラスになるからね。それをいい加減なその受け方、いい加減な攻撃をするような先輩方とやるとこの生徒は伸びない。だからちょっとまだらっこしいかもしれないけど、例えば顔面上段
みぞおち中段、だから蹴りも中段蹴り、上段蹴り、から回しも中段、あるいは上段、それを正確にやる黒帯、あるいは先輩じゃないと元たちにしても後輩の生徒にはプラスにならないから、それは僕はやらなかった、私自身。それは石橋先輩や皆先輩に仮に上位に立ったからって自分の力に任して後輩を責めてはいけないというふうに言われてたから。だからもしその後輩を育てたいんだったらね、やっぱり受け方がものすごく重要だと。受けることができなかったら次の攻撃ができないから、それを僕自身は石橋先輩や皆先輩にすごく指導された。だけどそう言われるとね、よく先輩はさ、俺のこといきなり受けも何もできないのに受けも何もないですからバチバチやったから、後で聞いて、俺源先輩全然違うじゃないかって言ったら、入門書にヤクザと戦って書いてあったから、もういきなりはい、あれ田中さんの持ってきたものでしたっけ、中にね、宮本先生のお話があって、顔面を拳で叩いたことがないって言って、小手でこう軽く優しく叩いたことあるけど、拳で叩いて。とんでもないよ。俺もぶったかみちゃったら、こんな道場でこんな稽古をするのかと思ったくらいで、それでもうある程度言ってから言ったら、ああなめてんな、入門書にヤクザと戦うって書いてあったから、まあ早く強くしてやんなきゃいけないだろうと思ってやった。本当にぶったまけだよ。だって受け方も何も分かんないの、でなんか対談ではさ、こうしてやったことなんてなんか先輩言ったけど、とんでもないよ、バチンバチンだよ。実際じゃあ拳で叩かなかったのは石橋先生だけですか？こうして叩かなかったの、はい、そうね。先輩はもうなんていうかな、すごくはっきりと、鶴のような感じで背が高くて色が白くてさ、彫りが深くて日本人じゃない感じだ。それでいてさ、ヒュンっての特に蹴りね、ヒューッとくるんだよ。受けるじゃない。この後ろ後頭部つま先で蹴られちゃう。どうしてもだから正直言って普通のこの受け方ではこっちに届くのね。だからこういうふうにやらなかったらここ届く。どうしても先輩の蹴りは最初受けるのにあれですか、やはり石橋先生ですとか宮本先生っていうのは回し蹴りとかでも中速で蹴ってたんですか？背速ではなく中速で蹴る。背速はね、もうずっとあれなんだっけ、対